どうも、底辺役アリスト黄昏です。皆さん、30センチキューブ水槽は使ったことがありますでしょうか？自分はこの30センチキューブ水槽のサイズが気に入っており、気軽にアクアリウムをするにはうってつけの大きさだと思ってます。この30センチキューブが小型水槽か否か意見が分かれるのは、それくらい絶妙なサイズになっているからなのではないでしょうか。個人的には小型水槽に分類されると思っているんですが、それでも結構本格的なレイアウトが可能な大きさです。ただ皆さんご存知の通り、水槽のサイズが小さくなればなるほど、レイアウトは緻密で難しくなってきます。最近はそういった水槽でもできるだけスケール感が出せるよう精進している所存です。というわけで今回は30センチキューブ水槽ができるだけ広く見えるようなレイアウトを作っていきたいと思います。我ながらだいぶスキルアップできたんじゃないかと思ってる水槽ができたので、今回のシリーズもぜひ全部見てやってください。というわけで早速やっていくんですが、まずは前回から導入しているスケープイットというサイトを使用して大まかなレイアウトのイメージを作りました。ちょっと小さくて分かりづらいと思うんですが、気孔石を使った奥行きのありつつ高さを出したレイアウトにしていくつもりです。できるだけ奥行きがあるのが分かるように、手前と奥の石の間に水草を植栽することを考えています。水草自体はその場で考えて植栽したいと思います。そんな感じでレイアウト構想を練ったところで作業に取り掛かりたいんですが、30センチキューブ水槽のサイズ感を出すためには小さな石が大量に必要になってきます。今回の水槽も前回の溶岩石レイアウト水槽のように小さい石同士を組み合わせることで大きな岩山を演出する算段です。ただ溶岩石は小型の石が結構売ってあるので困らなかったんですが、基本的にレイアウト石って小さいのを揃えるのって難しいですよね。そこで今回は気孔石の特色を生かして小さい石を量産していきたいと思います。そこで使用するのがこちら、タガネとハンマーです。これを駆使して気孔石をかち割ることにします。タガネを石に設置させて、その小さな接地面にハンマーの力を加えていくわけですね。この2つの組み合わせは結構前にビバさんが牧化石を割るのに使っていたのを見てパクりました。いつもお世話になっております。ハンマーの重さは結構迷ったんですが、割と重めの 1.3 キロにしました。これが重ければ重いほど力を入れずに作業ができると思ったからです。ちなみに石って硬いからその程度で割れるのって思うかもしれませんが、気孔石に関してはマジで簡単に割れます。気孔石は全てが同じ材質でできているわけではなく、硬いところもあれば粘土質なところもあります。使ったことがある方ならわかると思いますが、触ってるだけでボロボロ崩れたりする場所がありますよね。そういった脆い場所が至るところにあるため、かち割るとその脆い部分から砕けるんです。その性質を利用してガンガン叩き割って小さい気孔石を作っていきます。それでは早速気孔石を割っていきます。今回は室内でやると掃除が大変だったり、飛び散った石が水槽に当たって事故ることを防ぐため、石をストックしているベランダにて作業していきます。ちなみに石や流木などの素材は室内で保管する場所がなく、ベランダにずらりと並んでます。なので作業するスペースも必然的に狭くて大変です。一応作業する場所には段ボールを敷いています。騒音対策です。タガネって初めて見ましたけど、結構先端は細いんですね。この細さであればしっかり一点に力を加えられそうです。それでは実際に石を割っていきます。この時にちゃんとタガネにハンマーをミートさせないと自分の手が粉砕されるので気をつけてください。言ってるそばからぶつけたみたいです。ただ負傷しながらも早速割れました。割れたものを見てみるとこんな感じ。ちょうどいい大きさの石3つに分裂しました。粘土質な部分が割れるため断面が自然になっており、割った石とわからないのも気孔石のいいところです。
これが硬い石とかだったらまっすぐに力が加わるため断面が平らになったりするんですよね。気鉱石はかっこいいし、水質にもあまり影響を与えないし、加工もしやすいし、安いし、入手もしやすいしで、石の中でもめっちゃ好きです。そんなこんな言いつつ作業を続けているんですが、割れた石を砕いてさらに小さな石を量産していきます。どんどんいい感じの石ができてきてますね。先ほどの一つの石がこれだけの量になるんだから素晴らしい。形状お任せで買った石しかないんですが、小型水槽であれば素材作りもちょちょいのちょいです。あとはひたすらにかち割っていきます。重めのハンマーをチョイスしたことによって結構簡単に割ることができました。これが軽いと力を入れて叩き割らないといけないため、高値にミートしづらいんですよね。そこまでスピードつけて振り下ろさなくていい分、重いハンマーを振れる力があればそっちを選んだ方が良さそうです。そうこう言ってるうちに大量の石が生まれてきています。どれも自然な感じに割れてくれるのでマジで助かる。30センチキューブ水槽には必要なさそうなくらい割ってますが、素材なんてなんぼあってもええですから、とりあえず多めに作っておきました。というわけで完成した石たちがこちら。風呂場の照明と気鉱石の色でカメラが補正かけててとんでもなく黄色い世界が広がってますが、気にしないでください。ダイソーの木箱にびっしりと石が入ってます。これだけあればレイアウトするには十分ですね。ちなみに砕け散った粉も実は使えるので再利用していきます。どうやって使えるようにするのかというと、ただシャワーで流すだけ。こうすると中から小さい気鉱石がいっぱい出てくるんです。これ結構いろんなものに使えると思うんで、そのまま捨てずに粉だけ洗い落として使うといいかもしれません。段ボールの上で作業していたため回収しやすかったのもいいですね。シャワーで洗い流したらそれなりの石がいっぱい出てきました。続いては全ての石を見ていくんですが、箱に入った石は全部でこれぐらいです。広げてみると結構ありますね。絶対30センチキューブ水槽では使い切れません。中にはこんな感じで細かいやつもありますが、こういった石がいい仕事してくれるんですよね。残りは小から中サイズの石が並んでいます。本来であれば親石とかあった方がいいんでしょうけど、今回はこの石たちを使って親石を想像していくので問題ありません。ただこのまま使うと粉不可避なのでしっかりと洗っていきます。気鉱石は皆さんご存知のようにすごく粉がついています。ご覧のようにシャワーをちょっと当てるだけでも茶色い水が生成されるレベルです。この粉をつけたまま水槽に入れると茶色いお茶水槽が出来上がりますし、自分のように接着剤で石同士をくっつけようと思っている場合は粉に阻まれて接着力が落ちます。なので使う前に親の敵くらい洗浄しておくことを強くお勧めします。というわけで洗ってきました。乾かすのは面倒だったんで1日放置して自然乾燥させました。さすがに乾いてないと接着剤つかなくなっちゃいますからね。ここまでしてやっと素材の下準備完了ということで、ようやくレイアウトに取り掛かることができます。今回も以前の動画で作成した ADA の梱包材とダイソーのパーテーションを組み合わせた自作仮組セットを使っていく予定です。これがないと正直今回のレイアウトを完成させるのは不可能なので、前回の溶岩石水槽よりももっと活用していきたいと思います。というわけでいかがだったでしょうか。気鉱石って手持ちの石が少なくても簡単にお目当てのサイズにすることができるのでとても便利です。特に小型水槽であれば確実に使える石を量産できるので、とりあえずチャームとかで形状お任せ10キロくらいのを買っておけば素材に困ることはありません。おまけに単価も安い方なので、石選びに悩んでいる方は圧倒的に気鉱石おすすめ。さすがに小さい石から大きい石を連成することは質量保存の法則からして無理なんですが、まあそこら辺も紙旗の接着剤を駆使すればそれらしく作ることもできそうです。特に気鉱石は表面がデコボコしててどの面も自然なので、つなぎ合わせても違和感が出にくい石だと思います。
そのあたりは今後の自分のレイアウト作業風景を見つつ、小さい書を組み合わせたらどんな風になるのか見届けていただければ幸いです。というわけで次回は実際に石を組み合わせてレイアウトを行っていきます。どんなレイアウトができるのか気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。